皆さん、おでんを知っていますか？今回は日本の食べ物、おでんを紹介します。I like Odin. おでん好き。おでんは日本の家でよく作られる家庭料理です。コンビニでも売っているので見たことがある方も多いと思います。おでんの卵、ちくわ、がんもどきください。はい、かしこまりました。ジョバの会話アニメにも出てきたように、おでんはコンビニで手軽に買うことができます。おでんはこのように鍋で作る料理です。温かい料理なので寒い季節、秋から冬によく食べられます。地域や家庭によって味や入っているものは様々ですが、今回は一般的なおでんの作り方を紹介します。料理に関する言葉も紹介していくので、一緒に勉強していきましょう。Okay, let's get started. 始めましょう。まず、おでんはたくさんの材料を使います。おでんの場合、鍋に入っている材料を具とも言います。具は簡単に言えば料理で使う材料です。例えば、左のお味噌汁は右のお味噌汁に比べて具がたくさん入っています。これはおにぎりです。梅干しのおにぎり、鮭のおにぎりなどいろんな種類のものがあります。この入っているものをおにぎりの具と言います。 What do you like in your rice balls? 梅干し、Pickled plums are too sour. 酸っぱい。おでんは煮込む料理です。煮るとは水などの中で火にかけることです。このように煮て作ったものを煮物と言います。魚を煮たものは煮魚と言います。煮込むとはいろいろな材料を入れて一緒に煮ること、また長い時間をかけて煮ることです。おでんはいろんな具を煮込んだ料理です。ではおでんを作ります。まず出汁を取ります。出汁とは何かを煮て出た汁、スープのことです。おでんでは出汁を取るために昆布と鰹節を使います。昆布は海の中にある海藻です。先ほどおにぎりの具を紹介しましたが、昆布はおにぎりの具としてもよく使います。鰹節はお好み焼きの上によく乗っているので、見たことがある方も多いと思います。鰹節はカツオという魚を煮て乾燥させたものです。Is this a fish? It looks very hard. 硬そう。 I can fight with this weapon. 好きじゃないよ。乾燥させているのでとても硬いです。硬いの反対は柔らかいですね。硬いと柔らかいはよく料理で使います。このお肉は硬くて美味しくない。お肉を柔らかくなるまで煮込むなどと言います。昆布と鰹節で出汁を取った後、酒、みりん、醤油などの調味料を入れて美味しいスープを作ります。調味料は塩、砂糖、胡椒など味をつけるものです。醤油をスープに入れることを醤油を加えるとも言います。加えるとは何かにさらにあるものを入れることです。これは鍋に塩を加えています。出汁を取って調味料を加えたスープにたくさんの具を入れます。ではおでんの具を紹介していきます。まずは大根です。
大根はおでんでとても人気です。大根を入れる準備をするために大根の皮を剥きます。大根やりんごなどの表面にあるこれを皮と言います。そしてこの皮を取ることを皮を剥くと言います。これはじゃがいもの皮を剥いています。大根の皮を剥いて厚く切ります。薄くじゃなくて厚く切るのがポイントです。厚く切る、薄く切る、これも料理でよく使います。次は卵です。卵もおでんには絶対必要です。卵を茹でます。茹でるは熱いお湯に入れて煮ることです。卵を茹でたらゆで卵になります。これはトウモロコシを茹でています。スパゲッティを茹でています。卵を茹でたら殻を剥きます。卵の表面にあるこれを殻と言います。さっき説明した剥くをここでも使ってゆで卵の殻を剥くと言います。次はこんにゃくです。こんにゃくはこんにゃく芋という里芋科の植物からできた食べ物です。こんにゃくを食べたことがありますか？煮物によく入っています。食べると弾力があってプリプリしていて面白いです。次は白滝です。白滝もこんにゃくから作られます。糸のように細い紐みたいなこんにゃくで、これを結んだものをおでんによく使います。糸こんにゃくとも言います。次はがんもどきです。がんもどきは潰した豆腐に刻んだ野菜や昆布などを入れて油で揚げたものです。たくさん料理の言葉が出てきました。一つずつ説明します。潰すとは力を加えて元の形を変えること、また平たくすることです。これはじゃがいもを潰しています。mashed potato, マッシュポテト。これは缶を潰しています。刻むとは切って細かくすることです。これはニンニクを刻んでいます。揚げるとは熱い油で煮ることです。唐揚げやコロッケは揚げて作る料理です。揚げて作ったこのような料理を揚げ物と言います。I love deep fried food. サラダも食べてね。次はちくわです。ちくわはすりつぶした魚の身を棒の形にして焼いたものです。すりつぶすとはすって細かくすることです。先ほどつぶすを説明しましたが、すりつぶすはもっと細かくします。例えば赤ちゃんのご飯はこのようにすりつぶして食べられるようにします。次ははんぺんです。これもすりつぶした魚で作ります。卵白、卵の白い部分と山芋などを混ぜて作られたものです。混ぜるとは他のものを加えて一緒にすることです。これは卵と砂糖を混ぜています。
これらの具は作られたものが売っているので、それを買って準備します。切るだけで大丈夫です。この他にもおでんの具は牛すじ、じゃがいも、タコ、餅巾着などがあります。今回紹介したものはほんの一部です。具は煮えにくいもの、味が染み込みにくいもの、大根、ゆで卵、こんにゃく、白滝などから煮込み始めます。染み込むとは液体、匂い、色などが物の中に深く入っていくことです。煮込んだ料理でちゃんと味がついていると味がよく染み込んでいて美味しいと言います。醤油などの調味料が染み込んでいると味が濃くなりますよね。濃いの反対は薄いです。これも料理でよく使います。皆さんは味が濃い料理と薄い料理とどちらが好きですか？約30分間煮込んだら出来上がりです。さあ、やっと出来上がりました。以上、おでんの作り方でした。Finally, やっと完成。どうですか？結構手間がかかると思いませんか？手間がかかるとは労力や時間がたくさんいるということです。たくさんの材料を準備したり、たくさんすることがあったりして、時間がかかる料理を手間がかかる料理と言います。料理だけでなく、庭をきれいにするのは手間がかかる。プレゼンテーションの準備をするのは手間がかかるなどと言います。手と時間がたくさんかかると覚えると覚えやすいと思います。gotcha. おでんはいろんな具を入れようと思ったら結構手間がかかります。そこで手軽に買えるおでん4つを紹介します。まずはコンビニです。最初に紹介しましたが、秋から冬にコンビニのレジ横にこのようなおでんがあります。自分の好きなおでんの具を変えてとても便利です。2つ目は飲食店です。特に居酒屋でよく見ます。居酒屋とはお酒を飲む飲食店です。特によく煮込んだおでんは味が濃いのでお酒とよく合います。Let's drink sake. 酔っ払い。飲みすぎ中。3つ目はおでんの袋です。温めるだけで食べられるので便利です。スーパーやコンビニで売っています。4つ目はなんとおでん缶です。おでんが缶に入っています。スーパーや自動販売機で売っているらしいですが、見つけるのはちょっと難しいかもしれません。I want to try. 食べてみたい。おでんについてたくさん紹介しました。おでんが食べたくなりましたか？何の具が食べたいですか？ではインタビューしてみましょう。おでんは好きですか？はい、好きです。何の具が好きですか？大根と卵が好きです。おでんの大根と卵は味が染み込んでいて美味しいからです。おでんは好きですか？まだ食べたことがありません。がんもどきとタコのおでんを食べてみたいです。ジョバはおでん好き？好き。コンビニでよく買って食べてて美味しいからこの前初めて自分で家で作ってみたよ。すごい。だしも取ったの？取ってない。おでんの素を入れた。このような粉末も売っています。水に入れるだけでおでんのスープになります。だしを取らなくていいので楽です。大根切ったり卵茹でたり結構手間かかったでしょう。そんなのは入れてない。僕が好きなのははんぺんだからはんぺん切って入れて煮込んだだけ。はんぺんだけ？それはおでんと言えるのかな。ジョバ、魚好きだからはんぺん好きなんだね。そう、はんぺん美味しい。あと最後にうどん入れて食べたよ。美味しかった。
おー、いいね。おでんのスープにうどんの麺を入れて食べることもあります。今度僕ん家でおでんパーティーする？はんぺんパーティーじゃなくておでんパーティーならいいよ。任せとけ。俺は料理も上手な侍キャットだぜ。今日はここまで。 That's all for today. チャンネル登録してね。 Thanks for subscribing to our channel. いいねも押してね。 Don't forget to like this video. またね。 Bye bye. Thank you for watching. ご視聴ありがとうございました。